天使の手を持つ看護師。序章、魔法の動物病院の雑用係。魔法の動物病院の片隅に昼夜を問わず働く一人の少女がいました。彼女の名前はリラ。まだ若く、看護師の資格も持たない彼女は、ただの雑用係として扱われていました。掃除をし、薬を補充し、病院の隅々にまで気を配る。そんな日々の中でも、リラの目はいつも動物たちを見守ることに注がれていました。あなたはただの雑用係なのよ。他の看護師たちは冷たい言葉を投げかけました。正式な看護師ではない彼女を仲間として認めようとはしません。しかし、リラは気にも留めませんでした。静かになった夜には書物を開き、治療法を学び続けたのです。彼女の情熱は、どの資格を持つ者にも負けませんでした。運命の日。嵐の夜、冷たい風が病院の窓を叩く中、一人の村人が扉を開け放ち、病院に駆け込んできました。その腕の中には白い狼が横たわっていました。毛並みは冷たく、息はか細い。深い傷が体を覆い、生きる希望はほとんどないように思われました。もう手の施しようがないわ。看護師たちは肩をすくめ、ただ静かに見守るだけでした。しかし、リラは違いました。彼女はそっと狼のそばに膝をつき、震える指をその毛並みに滑らせました。大丈夫。もう痛くないよ。その瞬間、リラの手から淡い光が漏れ出しました。まるで月の光が差し込むように、狼の傷口を包み込む。光はゆっくりと脈動し、狼の苦しみを癒していきました。病院の空気が一変し、静寂が訪れました。何？どうして傷が塞がっていくの？看護師たちの声は驚きで震えていました。リラ自身も戸惑いました。この力は一体何なのか。自分は何者なのか。ある夜、リラが病院の一角で薬を補充していると、看護師であるミーナが彼女を見つめながら立っていた。リラ、君はいつも無駄に頑張っているように見える。冷たい声が響いた。リラは目を上げ、ミーナに静かに答えた。命を救うのに無駄な努力なんてないと思います。その言葉にミーナは一瞬動揺したが、すぐに顔をそらした。それでも、どうして君がそんなに必死なのか私にはわからない。リラは微笑みながら、再び薬瓶を手に取った。それが私の使命だと思うからです。ミーナさんにもきっとわかる日が来ると思います。ある日、リラ、この子助けてあげられるの？普段冷たかったエリーナが困惑した表情でリラに問いかける。手の中には傷ついた小さなスズメが震えていた。リラは微笑みながら彼女を見つめた。もちろんです。命に大きいも小さいもありませんから。その言葉にエリーナの瞳が揺れ動く。リラ、ごめんなさい。私はずっとあなたを見下していた。本当は私、自分があまりに無力で、それが怖くて。大丈夫ですよ、エリーナさん。その気持ち、私もわかりますから。リラの手から優しい光がスズメを包み込み、
エリーナの心にも温かな感情が広がるのを感じた。リラの心の奥底に響く瞬間。夜明け前の静寂な病院で、リラは白い狼を抱きしめていました。まだ毛並みは荒れていましたが、その瞳には穏やかな輝きが戻っていました。彼女がふと狼の目を覗き込むと、そこには小さな涙がきらめいていました。声を持たない動物が感謝の思いをリラに伝えようとしていたのです。君が生きていてくれて本当によかった。リラのささやきは静かに響きました。その瞬間、不思議な感覚が彼女の心の奥底に湧き上がりました。それは見知らぬ世界へと導かれるような感覚でした。周囲の景色がぼやけ、彼女の記憶の中に浮かび上がるのは真っ白な羽と光の中で優雅に舞う天使の姿でした。リラは知らない。しかし、心の奥底で気づいていました。自分がその天使の一部を持つ存在であることを。動物たちとの心の絆。それ以降、リラの優しい手から放たれる光は病院中に広がり、動物たちの間で彼女の評判が広がりました。怪我を負った鳥たちは夜中に窓をついばみ、迷子の猫たちは彼女の姿を見つけて足元にすり寄るようになりました。まるで彼女の存在が動物たちを導く灯火のように感じられるのでした。リラが触れるだけで動物たちの心の痛みまで癒えていきます。その優しさはただ身体を治すだけでなく、魂にも響いていました。ある日、魔法のオウムがリラに語りかけました。ありがとう、リラ。病院の隅でリラは初めて目が合ったオウムの声を聞いた。リラ、君の力はただの奇跡じゃない。君の愛が形となったものなんだ。リラの心には深い感謝と驚きが広がった。それは動物たちの声を聞ける特権が彼女に与えられた瞬間でした。その瞬間、リラは涙をこぼしました。動物から直接感謝を聞くことは初めてでした。それは彼女が自分の力だけではなく、その温かな心が本当の救いとなるのだと気づき始めた瞬間でした。月明かりの下、リラは一匹の負傷した小鹿に手を伸ばしていました。手からあふれ出る光はゆっくりとその小さな体を包み込む。傷口は閉じ、か細い鳴き声も次第に力強くなっていった。しかし、その瞬間、リラの背中に鋭い痛みが走りました。彼女は驚いた表情を見せつつ、そっと肩越しに触れてみました。そこにはまた新たな白い痕跡が浮かび上がっていました。私はこの奇跡に何を捧げているのだろう？リラは静かに空を見上げ、心の中で問いかけた。光を放つ手と羽の痕跡が自分の存在に新たな疑問を生み出していました。人々の変化と奇跡の広がり。リラの手が動物たちを癒し続けるうちに、その奇跡的な力は病院内だけでなく外の世界にも知れ渡るようになりました。かつて彼女を冷ややかな目で見ていた看護師たちも、リラのひたむきな姿に心を打たれ始めます。ある日、リラに冷たくしていた看護師の一人が彼女に歩み寄りました。リラさん、今まであなたの努力をちゃんと見ていなかった。ごめんなさい。あなたは本当に素晴らしい看護師だよ。その言葉にリラの胸には
温かな感情が広がりました。彼女は微笑みながら答えました。ありがとうございます。でも私がすることは、ただ目の前の命を救うだけです。その日から、リラの力と真心は病院全体を変えていきました。かつて孤独だった彼女は、今や仲間たちと共に魔法の動物病院で働くことができるようになり、さらに大きな奇跡が起き始めます。最後に残されたリラの使命。病院には傷ついた動物たちが続々と訪れるようになり、世界中から彼女の力を求めてやってきました。リラは疲れを知らず、ただ純粋な喜びを胸に命を救い続けました。病院の窓辺でリラは一匹の老犬と向き合っていました。その犬の目は濁っており、体はやせ細っていました。しかし、その瞳には奇妙な穏やかさが宿っていました。あなたは怖くないの？リラがそっとささやくと、老犬は彼女の手に顔を寄せた。そしてその表情は静かな感謝を伝えているようだった。突然、犬の声が彼女の心に直接響いた。怖くないよ。君の手は温かい。それだけで僕には十分なんだ。リラは涙を浮かべながら犬を優しく抱きしめた。ありがとう。私はあなたをもっと癒してあげたい。その瞬間、光が二人を包み込み、リラはその心の結びつきに感謝の気持ちを覚えた。救える命がある限り、私はここにいる。彼女の手から放たれる光は、ただ傷を癒すだけでなく、心の痛みまでも包み込みました。ある夜、病院長が静かに彼女に語りかけました。リラさん、君は天使の生まれ変わりなんだ。その言葉にリラは息を飲んだ。しかし、それを聞いても彼女の心は変わりませんでした。重要なのは、自分の使命を果たすこと、目の前の命を救うことでした。エピローグ。それからリラは天使の手を持つ看護師として正式に病院で迎えられ、傷ついた動物たちを癒し続けました。その力は優しい光を宿しながら命の痛みを包み込んでいきました。救える命がある限り、私はその手を差し伸べるだけ。彼女の手には今日も変わらず優しい光が宿っています。生まれ変わりの天使として、そして何より心の温かさを持つ看護師として、リラの物語は今も続いています。真実の広がり。天使の手を持つ看護師としてのリラの評判は、魔法の動物病院を超え、広大な世界へと広がっていきました。傷ついた動物たちだけではなく、その奇跡に触れたいと願う人々までもが訪れるようになったのです。ある日、リラを見守り続けた病院長が彼女に静かに語りかけました。君が癒す力はただ技術ではない。君の心が生み出す奇跡なんだ。その言葉にリラは深くうなずきました。彼女がしていることは特別な力だけではなく、彼女自身の純粋な愛と献身の結晶だったのです。運命との向き合い。しかし、リラの力には代償がありました。癒されるたびに、彼女自身の体には小さな変化が現れ始めます。それは背中に浮かび上がる羽の痕跡でした。その痕跡は徐々に広がり、彼女が天使の転生、
であることを証明するものとなっていきました。ある夜、リラは静かに月明かりの下に立ち、自分の背中に触れて思いました。私はこの羽が何を意味しているのか知っている。でも、それがどれほどの運命であろうとも、目の前の命を救い続ける。リラは月明かりの下で静かに背中を撫でた。白い羽の痕跡はさらに広がり、彼女の運命を示していた。私は人間としての命を捧げているのだろうか。それでもこの力を使わずに入られない。彼女は夜の闇に目を閉じ、心の奥で誓った。私は天使じゃなく、ただの看護師であり続けたい。救える命がある限り、私はその手を伸ばし続ける。その決意が彼女をより強くする光となり、翌朝の病院に希望をもたらした。その信念が彼女をさらに強くしました。永遠の使命。リラは病院での仕事を続けながらも、深い運命とのつながりを感じ始めます。天使の手を持つ看護師として、彼女はただ動物たちを癒すだけでなく、奇跡を広める使命を果たしていました。そして今日もまた、一匹の動物が彼女の手によって命を救われています。その光は変わらず優しく、温かく、月虹色に輝いていました。リラの物語は終わりを迎えることはありません。彼女の手からあふれ出す光は永遠に希望と奇跡を照らし続けることでしょう。